それで、まあ、まずはこの長方形を書いてみるところからやってみましょうか。まずはライノで長方形を書きたいんですけど、インポートライノスクリプトシンタックス as rs というふうにおなじみのインポート文を書いて、で、ここからがメインですよね。でここで関数呼び出してるんですけど、ちょっと関数呼び出すのやめて、まずは、長方形を書きたいんですけど、前回までは線画で書いてたんですけど、今回、なんか面を貼って色分けすると分かりやすそうですよね。なのでサーフェイスを作っていきます。でライノでサーフェイスを作るのはじゃあどうするかって時に、ヘルプからライノ Python ファンデーションに行って、おなじみのAPI のところを見ています。ライノスクリプトシンタックスのリファレンスを見ます。でこれでサーフ PT add サーフ PT っていうので、サーフェイスを貼ることができます。でこれ見てみるとニューサーフェイスを作れると。で、コーナーの点が3点か4点、つまり三角形か四角形のサーフェイスをこのコマンドで作ることができると、この関数で作ることができるということですね。で、このポイントは、リストで引数を渡せばいいので、じゃあ戻って、ここに書いてみましょうか。rs ドットadd サーフ、pt ですね。で引数をポイントで渡せばいいと。でこのポイントは3個か4個の点で示せばいいということなんですけど、まあ、仮に幅を長方形の幅を例えば、300、高さを150にしておきましょうか。にしたときに、この4つの点で示すときに、300、150、これですね。で長方形を入れるときに、1点目、2点目、3点目、4点目っていうふうに、半時計回りで、座標を指示していきます。なので最初の点は原点なので、1点目は000ですね。で2点目がこれは幅分なので、幅分の y と z は0ですよね。で3点目が幅と高さ、ここですね。高さ分だけ増えてるので、y 座標がハイトで z が0ですね。で4点目がx が0で、y が高さ分ハイトで、z が0だということですね。でこれで4つの点で、ポイントを定義できたので、多分これで同じものが書かれると思います。ちょっとやってみましょうか。これか。はい。はい。ちゃんと書かれましたね、サーフェイス。でもしこれ線画のままだったら、このビューが
ワイヤーフレームになってる可能性が高いので、ちゃんとゴーストにしてください。でこれ幅が300で、高さが150の長方形がこれで書かれました。で毎回この幅と高さ指定するのめんどくさいので、これも関数にしときたいですよね。なのでちょっとこれをメインの上に上げて関数定義をしたいと思います。で関数定義するときに def で関数名をつけたいんですけど、@surfpt と干渉しないように make surfpt にしときましょうか。でここで引数で幅と、高さを渡せば、これで、関数が出来上がりますよね。でここで作った長方形を ID に格納して、これを返り値にしておきましょうか。これで ID が返ってくると、あとはこの関数呼び出せば、例えば 300×150 とかにして ID がちゃんと返ってくるかを見ましょうかね。これでやってみると、ちゃんとここで描画されてますね。で描画されてるのは81行目の右辺で makesurfpt 関数読んでるので、こいつが呼ばれます。でこの時に引数300と150、2つ渡しているので、第一引数の変数である、width に300が代入されて、height に150が代入されると。でここで4つの点を半時計回りに1点目、2点目、3点目、4点目っていうふうに、指定してますね。でそこで指定した4点のポイントをライノのaddsurfpt 関数に渡しているので、この72行目で、この長方形が描画されてます。でその後73行目でその書かれた長方形の ID が返ってくるので、呼び出された先に、戻る。で呼び出したところはこの81行目なので、右辺なので、この81行目の右辺に ID の値が、格納されて、82行目でその ID が出力されるので、ここで、ID 番号が出力されていると、そういう流れになります。なのでこれでもう長方形は書くことができました。なので一旦これを削除して、もう一回じゃあここに戻りましょうか。分かりやすいように再帰関数じゃなくて、最初に定義した、ホワイル分の関数、ユークリッドアルゴリズムの1の関数を呼び出すことにしましょう。つまりこっちですね。ここの中で長方形を書いてみましょう。で長方形書くときに、ここでじゃあドローレクタングルにして、ここで先ほどのこの関数を呼び出したいわけですね。でこれ呼び出すときに幅がこれが38が A の値で16が B の値だとしたときに、最初に書かれる正方形がこれですね。 16×16 なので B の値の長方形、幅が B、高さが B の長方形が描かれます。で2回目の繰り返しはこいつですね。でこの時も最初に渡される A が16で
b がここの余りなので6ですよね。なので b の値の 6×6 の長方形が描かれます。で以下は同じように、長方形の幅と高さっていうのは常に b の値になるっていうのが分かります。なのでここの引数に b と b を渡すと。そうするとこの40行目で、この先ほど定義した makeSurfPT 関数が呼び出されて、第1引数に b の値が入って第2引数に b の値が入ります。でここで描画されるというふうになってますね。でここでリターンして ID が返ってくるので、こっちでもちょっと ID を保持しておきましょうか。これで一回回してみますね。どうなるか。そうすると大きさの違う長方形が複数描かれているのがわかると思います。今 16×16 の正方形、つまり b の値の正方形が、この 3a の値を b で割った小ですね、つまり 2個分出力されるはずなので、そのフォア分を書き忘れてますね。なのでこのドローレクタングルの前にフォア分を入れて i in レンジで、ここで、p のごめんなさい q の回数だけ繰り返されるはずなので、これでちょっとやってみましょうか。これでやってみると、そうすると多分大きな、正方形が2つ出てきてますよね。これ2つっていうのが、462の正方形が2つできてるはずですね。これが462だと思います。ちょっと測ってみましょうか。462ですね。462ミリの正方形が2つで、これが147、つまりこの147の正方形が3つできてるはずですね。これの数を数えてみると、ここに3つのサーフェイスが選択されているのが分かります。で最後これは21の長さの正方形が7つ、つまり今7つ正方形が選択されてて、これのディスタンスが21ってことですねになってます。これで一応描画はできたと。けど今原点が左下で、繰り返し描画されているので、これをどうしたいかというとですね、こう移動させたいんですね。こう移動させてこうしたいんです。でその時に、色も変えたいので、ちょっとまず色から変えていきましょうか。じゃあこの色、長方形をドローする前に色を設定しておきましょうか。カラー、カラーイコールで、色を設定するときは、前回やったかな、クリエイトカラーっていうのがあります。でクリエイトカラーは、ここで RGBα を引数として渡せって書いてありますね。でこれが、RGB でもいいわけですね。リストが3か4なので、アルファ値を入れなくてもいいとすると、配列で RGB 値を書けばいいので、しかもその値を RGB にして、今ランダムでやりたいので、ランダム関数をランドイント関数を使いたいんですけど、このランダム
はPython で用意されているランダムライブラリっていうのがあるので、それをインポートします。インポート、ランダムですね。で、これでランダムができたので、ランダムライブラリーの中にランドイント関数っていうのがあるので、このランドイント関数っていうのを使うと、A と B という値を入れれば、その整数の間の乱数が出力されます。返ってきます。なので今0と255の値で乱数が返ってきて、でそれを R の赤色に入れると。で B も同じようにRGB の B ブルーですね。ブルーも0から255の間で、ごめんなさい、 G はグリーンですね。で B がブルーで、これも乱数で返ってきて、だから0と255の間の整数が R と G と B に代入されて、それで色が指定されます。で今度色がここでできたら、rs オブジェクトカラーかな、カラーで色を変えますね。でこの時に ID とカラーを渡せばいいので、ID とカラーを引数に渡します。これでちょっとやってみましょうか。あれなんかおかしい。RGB B がここで書き換わってるからだ。しまった。なのでそうするとカラー R にしようか。カラーG カラーブルーにしておきましょうか。ここの B と先ほどのブルーの B が、同じ変数名を使ってたので、ここで書き換わっちゃってるんですね、 B の値が。それなのでさっきの変な値になったんですけど、 CRCG CB にしておきましょうか。これで多分いけるはずだよね。はい、ちょっとやってみましょうか。はい、色変わりましたね。でこれ、色乱数振ってるので、乱させるために色が変わるんですけど、同じ大きさのものは同じ色になってると分かると思います。こういうふうに色同じですよね。でこれはフォア文の前に、ここでカラーを定義しているので、同じ長さの正方形は同じ色で、描画されるということですね。でこれで、色が変わりました。で今度は長方形を横に並べたいんですね。で1個目の長方形の後、さらにその横に並べたいので、ずらす距離を movept という変数にしとくと、幅は b なので、あとはフォア分の回数分だけ横にずらせばいいから、 x 座標は b×i ですね。で y 座標は0、z 座標は0なので、あとは
ないので、Move オブジェクトをすればいいと。で ID とトランスレーション、これは、移動させる、距離ですね。これをベクターで渡せばいいので、このまま ID とMove ポイントを渡せば、やってみましょうか。はい、これで左下を原点にして、大きいのが2つで、小さいのが3つで、一番ちっちゃいのが7つ横に並びましたね。それで欲がこうしたいんですね。これちょっとまずいか。ごめんなさい、嘘つきました。これは後で分かってくると思いますけど、これ逆ですね。こうしたいんですね。こっちの方が簡単なのでこうしたい。で、この最初のこの式では横に並びますよね。で、こっちの式ではこの147の正方形が3つ縦に並びます。こういうふうに。で、3番目の式ではまた横に並びます。なので横と縦に並ぶのが交互交互に来るわけですね。なのでこの交互交互に来るっていうのを次は実装したいというふうに思います。なのでこのホワイル文の中で、0番目1番目2番目っていうふうにしていくと、偶数の時は、横に並んで、奇数の時、ここですね、奇数の時は、縦に並ぶわけです。なのでこのホワイル文が何回目の繰り返しかっていうのを知らなければいけないので、そのための変数をまず用意しましょう。で、カウントっていう変数をまずホワイル文の外に1回定義して、0を入れときます。で、ホワイル文が終わるときにこのカウントを1回増やした上でもう1回カウントに代入します。で、これは2通り書き方があって、右辺のカウントに1を代入してから左辺のカウントにもう1回格納し直すので、カウントが1個増えるわけなんですけど、違う書き方もできて、これがプラスイコール1という書き方もできます。で、これがカウントを1増やすっていう記号なんですけど、どちらでも同じことなのでどちらかを書いてください。短い方が分かりやすいと思うので、こうしとくと、それでここにカウント入れときましょうか。そうすると多分分かりやすいと思って、そうするとちゃんとカウント番号が振られています。それで、偶数の時は横に並ぶ。で、奇数の時は縦に並ぶっていうのをやりたかったんですけど、移動させてる座標はここなので、ここで if 文で条件分岐します。で、このカウントが偶数の時は横なのでこのポイントで合ってるんですけど、偶数の時をどうやって評価するかなんですけど、カウントを2で割った時の余りが0の時っていうのは偶数ですよね。で、それ以外は奇数なので、偶数の時は x 軸方向に、
b の幅かける、繰り返しの個数分だけずらしていきますね。でその奇数の時は x 座標じゃなくて今度 y 座標を増やしていきます。b かける i ですね。これで奇数の時は縦に並ぶはずです。ごめんなさい。if 文の後ろにコロンが抜けてましたね。はい。これで、偶数の時は横に。これですね。で、奇数の時は縦に並んでるのがわかると思います。で、今度は、先にこの2つ描画された後に、次にこの3つが描画されて、ここにくっついてほしいんですね。なので、この2つが描画された後、この正方形が描画されるときに原点をここに移動させたいわけです。なので原点を考えます。で、ここにじゃあオリジナルのベクトル原点を考えます。で、このホワイル分の1回目の繰り返しはこいつらが描画されるので原点はここでいいですよね。で、ホワイル分のカウントが0の時はここが原点で、カウントが1の時はここが原点になってほしいわけです。なのでその原点を計算し直すところを作りたいんですけど、アルキュレイト、オリベクにしといて、ここで原点を計算し直したいんですけど、偶数の時は最初ここが原点で、奇数の時は x 座標にこの前の b の値が2回分増えて、ここが原点になります。なのでここでも条件分岐をして、カウントのパーセント2、つまり2ですね。これが偶数の時はテンポラリーベクにして横にx 座標にx 座標にこの個数 ×b だから 9× b 分だけ x 座標に、この距離移動したところに、原点が移動するわけですね。で、逆に、奇数の時は高さ方向 y 方向に、9×b 分だけ移動しますよね。で、これがベクトルなので、折り座標がこのベクトル分だけ移動するので、ここで折りベクはベクトルを足し合わせます。ベクターアットでこの元の
座標にこのテンポラリーベクを足し合わせると原点が、この添付ベク分だけ移動しますよね。それでまた繰り返されるので、これで多分このいくと思います。ちょっと待ってくださいね。これであれダメだった。そうか。このムーブポイントはこのオリベクを反映させなければいけないので、ここでも、このムーブポイントイコール rs ベクターアットでこのオリベクとムーブポイントを足してもう一回ムーブポイントに入れます。でこれで移動させればいくはず。最初は原点0、ここですね。でこのフォア分でこのフォア分は2回回るんですけど、1回目の移動距離は、b だけ i がごめんなさい i が0の時はここ0なので、こいつが描画される時はここムーブポイントがここのままです。で2回目描画される時、こいつがi が1の時はb だけずれるので、ここが b だけずれて、しかも原点が0だから、ここが、この正方形の描画起点1ですね。で次にもうホワイル分が1回抜けて2回目のホワイル分に行くわけですけど、その時にここで、原点が、左下に行ってますね。この点に行ってます。で、この正方形が描画されるときは、このオリベクがここにあって、このムーブポイントが、i が0なので、ここですね。で次にこいつが描画されるときはオリベクがここのままで、こっちか、ごめんなさい。ムーブポイントが、y 方向に b だけずれるので、このムーブポイントはここになると。なのでこの正方形はここまでムーブしてるわけですね。っていうふうにこう以下描同文で、こういうふうに移動するということになります。それで今ユーグリッド語情報のホワイル文を使う方のライノで図形描画をこういうふうにやってみましたが、今回の宿題はこっちの再帰関数の方をこの同じように長方形を描くような関数に書き換えるというのが今回の宿題にしたいと思います。でこの再帰関数の時は少し工夫をしないと、この引数のところに、少し工夫をしないとできないんですけど、ちょっとそこだけ書いておきましょうか。ここにオリベクとカウントを引数に渡さないとうまくいきません。
のでこれ2にして第1引数が A、第2引数が B ですね。で第3引数がオリベクなので最初のオリジナルベクトルを000にして、カウントは最初0なので0を入れると。でこれを最初に渡して、やるとうまくいくはずです。でここもじゃあパーセンテ S にしてここをカウントにしとくと、でさらにリカージョンのところでカウントを1増やしとくと。そうするとちゃんとカウントが増えてるのが分かると思います。これがヒントで、あとはこの下に長方形を描いていけば、先ほどのホワイル分の時に書いたのと同じように長方形を描いていけば、ユーグリッドアルゴリズム1と全く同じ描画の方法、全く同じ描画がここで描けると思うので、これ全部やりませんけど、ここを宿題にしたいと思います。なので皆さんはこのユークリッドアルゴリズムにもちゃんと仕上げて提出してください。これが今回の動画の課題です。以上になります。